はようございます。ドラです。今日は四万十大橋の付け根にあるローソン竹島店からスタートします。今日は降水確率 20% で雨は降らなさそうな天気予報だったんですけど、雲がちょっと危なめですね。はい、四万十大橋が見えてきました。今からあの橋を渡ります。昨日は時間がなくて沈下橋を見に行けなかったんですよね。ただあそこのホテルには貸し出し自転車があるようなので、次に中村来た時には1日休息を取って沈下橋とか中村観光をしてみたいですね。ここから3、4キロ下ったところに渡し船があるようなんですが、本来の歩き遍路のルートはそっちみたいなんですよね。もし2周目やるんだったら渡し船で渡ってみたいと思います。橋を渡ったらすぐ左に曲がって川沿いを下っていきます。お遍路さんがみんな寄ると言われてるうどんのタコ作です。私お腹減ってないんですけど、それでもやっぱり食べようと思ってたんですよね。なのになんとね、定休日でした。残念です。はい、タコ作を左に曲がってちょっと辺の道をそれます。渡し船ルートだとこっちを歩くみたいなんですよね。国道を歩くのも嫌なんでちょっとそれてみました。川にはやっぱり魚がいません。はい、国道321号線を横切って、再び川沿いを歩いていきます。ここからは通常の遍路道になるのでステッカーとかも貼ってあります。ここの橋を左に曲がって321号線に合流します。この辺りで雨が降ってきちゃってザックを下ろせる場所を探してたら、すごくかっこいい休憩所を見つけました。これ渋いですよね。このコンテナの裏側に屋根付きの休憩所があります。ここでポンチョ着てトレッキングシューズに履き替えて伊豆田道に備えます。伊豆田道の分岐に来ました。まっすぐ行くと新伊豆田トンネル、右に曲がると伊豆田峠越えの辺の道になります。私たちは今回この右側の、峠越えを行こうと思います。この道は今もう使われてないみたいでかなり劣化しててね、道も半分ぐらいなくなっちゃってます。崖崩れがあったりとか、路面が崩れてたり、結構ね危ない道ですね。ここなんかは左に寄ってたらもう落っこって死ぬんじゃないかっていうようなレベルに崩れてます。かなり上の方まで登ってきました。伊豆田峠も大したことないなぁなんと思ってたら、砂利道が始まってですね、どうもまだ峠道が始まってなかったみたいですね。まあ確かにそんなに甘くはないかなとは思ってたんですけど、それでもこういう程度の道だったら楽な方なんでね、粛々と登っていきます。と思ったら、なんとねまだ始まってなかったみたいで、伊豆田道はねどうもここからが本番なようです。入り口すぐのところに草刈りの接待があって初めてなのでやってみようと思ったんですが、草が生えてなくてね、今回はちょっとパスさせていただきました。この石がね今後あっちこっちで見かけるようになります。いきなり急登です。伊豆田道は全体的に道が厳しいですね。路面もちょっとがれててね歩きにくいです。かなり危ないところにはきちんとロープが張ってあります。それでも結構ね怖いです。この急坂なんでね気をつけて歩きましょう。道しるべでしょうか、年代物なのかちょっと読めないですね。頂上は少し平らな面があって開けてるんですけども、座れそうな場所はありませんでした。ここで軽く休憩をしてさっさと降ります。台風の後かと思うような乱れっぷりはありますが、下りはねそんなにきつくないかなと思ったらやっぱり急坂で、下りの方がむしろ怖いかもですね。遍路道はとても細いので崖から落ちないように気をつけて歩きます。さっき伊豆田道に入る前に雨が止んだのでポンチョ脱いじゃったんですけど、またねちょっと降ってきちゃいました。林道まで降りてこれたらこれから新年庵を目指します。途中にねすごく綺麗な川があったんですけど、やっぱり魚の姿が見えないんですよね。これ私の目が悪いんですかね。
一ノ瀬橋の新年汁部石が出てきました。ここが金剛福寺と円光寺の分岐になるようですね。内戻しの場合はここを通る人も多いんだそうです。金剛福寺はまっすぐで 29.8 キロ、円光寺はさっきのところを右に曲がって 25.6 キロ、番外霊場新年庵は上に180メートルです。民家の中を通って新年庵に向かいます。新年庵は新年法師が建立した大師堂で、金剛福寺売ったり円光寺売ったりするのにとてもいい場所にあるので、全婚宿としても利用されていたそうです。はい、番外霊場の新年庵です。まず目に飛び込んでくるのは左側にある88体の石仏です。これは88の札所を表してるんだそうです。新年庵は老朽化のために2020年の2月に建て直しされたということです。通りでピカピカですね。綺麗な大師堂です。参拝が済んだら金剛福寺に向かいたくなりますが、そっちに行っちゃうと農協所が遠くなるので来た道を戻ります。で、この表示を目印にして奥の大塚さんのお宅にお邪魔します。入り口にあるブザーを押して大塚さんをお呼びします。新年庵はもともと内戻しで使われることも多かったので、農協員も行きと帰りの2種類があるんだそうです。私たちは今回内戻さないんですが、記念に両方ともいただきました。再び国道321号線を歩き出します。ドライブイン水車はもうだいぶ前に閉鎖しているようですね。金剛福寺まで残り 29.5 キロです。ここには綺麗なトイレがあったんですけども、トイレの敷地の中にね休憩できるスペースがあって、屋根もあってベンチも広かったので、ここで休ませてもらいました。はい、足摺岬まであと31キロです。ここの分岐は右に入って国道から離れます。実は私たち今日まだランチを食べてなくて相当腹ペコになってます。本当だったらそこを左に曲がって金剛福寺に行くんですが、曲がらずにその近くにあるカフェたゆたうさんにお邪魔しました。まだねやってそうだったんでね助かりました。こじんまりしたおしゃれな喫茶店っていう感じのお店で、外にはテラスもあって、晴れてれば外の方が気持ちいいかもですね。オーダーストップ間際に入っちゃったんだと思うんですけども、オーナーさんがね時間気にしなくていいからゆっくり食べてくださいと言ってくれてね、とても優しい方でした。料理も美味しそうでね、こういうところが隠れた名店だったりするんですよね。トマトとチーズのパスタ、これでね税込み600円なんて安いですよね。それとたっぷりきなこの白玉団子、夕食も近いので昼はこれぐらいにしておきます。やっと食事もできたのでまた再び歩き出します。金剛福寺までは窪津経由で24キロですね。ここのロッジカメリアさんは閉鎖してるみたいです。ウミガメの来る浜下の替海浜、気になりますけどね、雨の方が気になるのでこのまま行っちゃいます。入りの浜以来の海です。綺麗な海ですが、やっぱり河口にも魚がいないですね。足摺岬まで残り25キロです。やっと今日のお宿が見えてきました。今晩は民宿いさりびさんにお世話になります。宿の口コミを見てると、どの口コミも清水サバがうまいと書いてあるんで、それはそれで楽しみなんですけど、逆に言えば他に書くことないのかなということで、宿自体にはあんまり期待してなかったんですよね。そしたら目の前にいきなり湯っていうのれんが見えてね、もうね何かあるなっていう感じがしてきました。ここが入り口です。竿がいっぱいかかってますね。フリー Wi-Fi ももちろんあります。洗面所はここに1箇所と左側のお風呂の中にもう1箇所あります。
このお風呂は一番小さいお風呂ですね。それでもね、かなり立派なお風呂になってました。トイレはウォシュレットではありませんが、とても清潔に掃除されてました。今回の私たちのお部屋は一番広い部屋なのかな、10畳の和室ですね。とても綺麗で清潔にされてて、真新しい感じもしたので、最近リフォームしたのかもしれませんね。なんといってもこの景色がね、もうね、絶景です。素晴らしい景色で、これはね、天気が良ければ朝日も期待できますね。楽しみです。今日の宿泊者は私たち入れて合計4人だったんですけど、ご主人がせっかくだから大きい方のお風呂入るって言ってくれてね、こっちの湯って書いてある方に入ってみました。脱衣所はまあまあ広くて家族風呂としては問題ないんですけども、これね、このお風呂すごくないですか？これ明らかに民宿のお風呂のレベルを超えてますよね。もう温泉宿のレベルです。まあ温泉じゃないんですけどね。もう久々にね、いい風呂入っちゃったんで、のんびりと長湯させてもらいました。ちなみにこっちのお風呂棟って呼ぶんでしょうかにはもう一個大きなお風呂がついてて、繁忙期には男性風呂女性風呂にしてるのかもですね。洗面所やトイレの奥に洗濯機があります。洗濯機は3機が無料、乾燥機が1機あってこれは有料です。ポンチョとかカッパもここに干すことができます。食堂は座敷もあってなんか居酒屋さんみたいですね。では噂の夕食をいただきます。これが例の清水サバですね。むちゃくちゃうまいのに量も多くてね、これは確かにすごいですね。あとは豚の豆板焼きとブリの塩焼きです。料理はこれだけなんですけども、一撃必殺っていう感じで、このブリもね、めちゃくちゃうまかったです。おはようございます。今日は天気がいいので日の出を見ることができました。この民宿やばいですね。すごすぎます。朝食はシンプルですが、このサバがね、やっぱりうまかったですね。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。民宿いさりびさんはお遍路宿の中でもベスト3に入る宿でした。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。